すごい。まさにシントリロジー。あ、シントリロジーは40代50代からの健康を心と体とスパイスのスペシャリストがちょっと変わった角度からお伝えするチャンネルです。お気軽に楽しんでください。スパイス。あ、もう香りがすごいですね。これが嬉しい。本当。しかもこの容器とこのスパイスの量、やっぱ素人じゃないよねこれ。香りを伝えたい。炒めてないのにすごい香うわ、空港の匂いというか。り。空港の匂い。ねえ。昔アーユルヴェーダの教室通ったことあったんですよ。おお、アーユルヴェーダ。その時にご飯がサトビックだったんですよね。でサトビックってなんだろうなと思いながら、シンプルにその話をしてたんですけど、料理自体はいやすごくね軽いんですよね。でスパイスも強いスパイスを使わなかったりとか。へえ、じゃあさっぱり系の料理みたいなイメージそうなんですかね。ですね。そうですね。あとね、玉ねぎも使わないんですよ。へえ。玉ねぎ、ニンニク、匂いが強いもの。あ、そう。あと古い食材も良くないって話ですね。なるほど。タマスがたまるとか、タマスっていうのはなんかこう鈍いとか、そういった食材になるらしいんですけど、だからお肉もそうなんですよね。タマスがたまるからとかで取らないんですよね。それがサトビック料理の特徴というか。特徴ですね。ヨガでもサットバとタマス、あとラジャスっていう3つの考え方はすごいよく用いられていて、でラジャスだと食べ物じゃなくてその人の気にも使うんですけど、気が荒いとか活化するような状態がラジャス、気のエネルギー、食べ物でいうと多分辛いものとかがそうなのかな、唐辛子とかね。そうそうそう、でタマスっていうのはもう体が重くて、眠くてだるいみたいな、もので、食べ物でいうとやっぱり缶詰のものとか、脂肪の多いものとか、あと甘いものとかが多分タマスなんですよね。甘いものとかね、体がだるくなるようなイメージのもの、ちょっと乳製品が強かったりとか甘かったりするとそういう感じありますもんね。乳製品とかもそうなのか、やっぱり目指すはサトビックな状態、体が軽くて強さと、重さがちょうどいい状態、純粋な状態というか、でもその食べ物の、サトビックっていうのはなんとなくわかるけど、実際にこれがサトビックだと思って食べてるわけでもないので、今日はちょっとそれは教えてもらいたいなと思います。そうですね。はい、お願いします。お願いします。全部ね、今日ね、新じゃが、これも春キャベツ。季節だね。じゃがいもはちっちゃめに切る。そうですね。ちっちゃめで何等分なのかな。12等分ですね。12等分。はい。入れてきます。野口君、これはもともと持ってたの？この前買ったんです。この前買ったばっかり。へえ、やっぱ使うんだね。ギーですよね。そうです。けどね、自分の姉も、ギー使うよって言ってた。今日はこの3つです。この3つ、オーガニックの3種類、コリアンダーパウダー、オーガニック、あとターメリック、クミンシード、スピンフーズ、やつね。スピンフーズになります。うちのスパイスです。一回一回が濃いから。こうなってるんだ。人の包丁で。おー、へえ、これがギーです。グリーンナスコだと3000円弱です。すごくいいんです。開けたてはさらに新鮮になると思います。サトビックのレシピを見てみて、やはりギーなんですよね。使ってるオイルが。ですんで今回はギーでちょっとやってみようかと。バターよりもさらにピュアって言われてて、水分量とか雑味とかなんかこう余計なものが入ってないピュアと言われてるんです。
ヨガの嬉しい本にも料理のレシピが、もうサットバの料理のレシピが出てたりするんですけど、必ずギーですね。ギーですね。どこで売ってるんだろうというところからみんな、読み込む感じですけど、やっぱ気になるとこですよね。気になりますね。新大久保に売ってるということは分かりましたけど、この前やりましたからね。はい。やっぱりでもこのメーカーによってもね違うっていう話。これでね、まあ3500円ぐらいですかね。大きいサイズ。だけどなんか家庭だと半分のサイズもあるんで。これちっちゃいサイズもあるんですね。半分ぐらいのサイズもあって半額ぐらいで売ってました。サトビック料理、今日は作りたいと思います。サトビック料理。サトビック料理。はい。でサトビックとは、純粋、調和、そうです。あと静けさという意味があるみたいですね。インド哲学の言葉であるみたいですね。ヨガにも通じてて、ヨギがこの料理を食べると言ってるわけではなく、サトビックを推奨して食べてる人たちがいます。アイルベーダの人口もインドだと 60%、全人口結構多いんですよ。ですんで、それでもいろいろなランクがついてくると思います。でまあもちろんバターで強いスパイスは使わないっていう話で、だから辛味とかだったらチリパウダーとかブラックペッパーとか、そういうのは使わないで、今日は本当シンプルにターメリック、コリアンダーでクミンシードで、他に使うのはフェンネルなんかは使うみたいですね。あとはもうこれだけでも十分料理ができるので、今日はこの3つで作っていきたいと思います。楽しみ。楽しみです。もっとキャベツのサブジになります。サブジって何ですか？サブジっていうのは炒め煮です。炒め煮ですね。だから最初炒めて、で最後に水を足して煮るということですね。炒めてから水で煮る。炒め煮サブジです。はい、何の野菜でも通じますが、今日はサトビック料理で作っていきたいと思います。玉ねぎとかニンニクのようなものは使わないということですね。今日は使いません。ギーすごい入れるんですね。しっかり入れる。そうですね。大さじ1ぐらい入れます。大さじ1。で少し温めます。体を軽くして心を落ち着かせるっていう料理ですね。ですので玉ねぎなんか入れると美味しくなるんですけど、やはりニンニクもそうですね、味わいが良くなるんですけど、やはりクミンシードで香りをつけて、こういうのテンパリングっつうんだっけ？これはテンパリングになります。体にはすごく、だからこのシントリロジーにはすごくね、整える部分、体を、そういう料理でもあるので、すごくいいと思います。でも例えばタマスな状態で体が重くて眠いなんていう状態の時は、ラジャスな食べ物を食べるといいっていうような考え方もするので、強いものを食べて元気を出す。だから自分でちょっと調合できるといいですよね。今日は気が当たってるから重めにしようとか。そうですね。そうやってできるといいと思います。すごくチリを加えていくとか。カレー屋さん、例えば行って辛いカレー屋さんに行った時に、なんかこう汗だくになって突然活動的になる人とか。でもありますね。食べて元気出たってありますね。あれはラジャスですね。ラジャスですね。つまりそうか。あれはラジャスだ。辛いもの食べて。なるほど。それ見たらラジャスだって思う。ちょっとお腹食べ過ぎてなんかこう眠くなっちゃうのはタマスなんですよ。なるほど。サットバな料理ではないかもしれないですね。確かに。食べ終わってちょうどよくなるのがサットバ。体を軽くして活動的になるという。で心はでも静か。そうですね。そうです。ちょうどいい具合。ちょうどいい具合。これはその料理ですからね。楽しみです。匂いがします。では入れていきます。ちょっと水分が入ってる。ちょっと飛ぶかもしれない。
先ほど切ったじゃがいもをそうですね、じゃがいも。蓋をする。少し蓋して馴染むまでね、火が。火が馴染むまで。これで馴染んだらちょっと洋食にスパイスは入れがちかもしれない。和食はなんかやらないですね、あんまり最近はもう。昔はちょっとね、冒険していろいろやらなくてみたいな。やらない良さやっぱりも。洋食はいまだにエスニック料理でもそうなんですけど、あとソース作ったりするとき、焼いたものに、そういうのはいまだになんていうんですかね、香辛料調合してバーベキューのパウダーを作ったりとかいまだにやってるので、いろいろとやってますね。実験も兼ねて。そうですね、今は本当バーベキューのパウダー作りはもうずーっとやってますね。肉焼いて、週末は肉焼いたりとかして、あんま肉の話はよくないこの時はさっとこれはやめましょう。肉の話はね。次回話出したらもうどんどん話ちょっとヨガと一緒にヨガ的な考え方も、先生からヨガの先生からいろいろ習ったので、そこを吸収しつつ今日はサットバに行き着いて、すげえ、さすがですね。やはりこうね、なんですか、純粋な心っていうのはすごく純粋さがあって静けさね。なるほど。ダンディーさみたいな。なるほど。静けさ。じゃあちょっとこの辺焼いて、次キャベツを少しずつちょっと芯の部分とかを入れていきます。はい。なるほど。その芯の硬い部分からってことですね。芯も全部食べれるんですね。はい。いいサッとばですよね。そうですね。丸々使う。やはりそういう意味ありますか、サッとばは。ちょっとわからないです。ホールフーズとかね、いろいろ食べ物っていろいろな考え方ありますよね。でもこの間野口さんが羊の脳みそを新大久保で買って帰って、ちょっとびっくりしましたけど、でも食べれるところ全部を食べてあげないと、ね、命が本当に粗末に扱われたらすごい悲しいですし。そうですね。確かに捨てない方がいいよね。そうだから食べることって大事だなって思いました。あと栄養になるとかね。栄養になるね。無駄にしないっていう考え方ですよね。うちはもう祖父がインドから来て、で本当シンプルに野菜カレーっていうのはすごくよく食べてましたね。ちっちゃい頃はもうこのようにクミンで。ですけどうちはサッとば料理はあまりしてなかったんですが、玉ねぎが少し入りましたね。サッとばじゃなく、なんだけど、サッとばじゃなく玉ねぎが少し入って、で同じようにニンニクも少し入れたりとか入れなかったりとか、やっぱ地中のものをね入れてとか、そういうのも考え方とかは。ね、知力が強いので、ですんでそれでそういった食材は取った方がいいっていう考え方ですよね。なるほど。ですけどこれはニンニク、玉ねぎは使わない。はい。おじい様はインドのどちら？パンジャブになります。パンジャブ。で北インドですね。北インドで。昔でいうと中央アジアとかのシルクロードなんかの入り口ですごく栄えた町ですよ。パキスタンの今でいうパキスタンの国境なんかも接してて、でそんなに北側というか北側なんです。北側でパキスタン側にもパンジャブ地方とかあるんですよ。へー。分断されたんですよ。なるほど。じゃあパンジャブ、その辺りをパンジャブと言いますみたいな感じですね。もともとパンジャブなんです。で分断されて分かれたんですよ。インド側のパンジャブと
だからイスラム教徒とヒンズー教が分かれたような考え方ですね。で今回のって少し足していきましょうか。散らしながら、はい、見た目も優しい色合いですね。はい。これにまた黄色が入ってきます。黄色が入る美しいターメリックの黄色が真っ黄色になりそうだ。油で随分なんか料理が変わるイメージがあります。はい、そうですね。そうですね。だからやっぱりいい油を取ろうというのはいろんなところで聞きますよね。どれが何がいい油かはわからないけど、いい油を取ろうっていうのはすごいありますね。例えばね、イタリア料理とかだったら美味しいオリーブオイルとかね、なんか香りがいいオリーブオイルとか取りたくなりますよね。ありますね。あとは和食とかだったらね、例えばごま油であったりとか、最近でいうとなんか韓国なんかでごま油の香りとかすごくいいですよね。韓国のごま油美味しいって言いますね。もう本当何かけても美味しいようなイメージがつきました。ごま油、ごまの種類なんかで並んでるのがいろんなもう何十種類って並んでるんですよね。同じごま油でも色が変わったりとかして、ね、白いのもあるし茶色いのもありますもんね。そうなんですよ。で今日の使ってるねスパイスなんですけど、そのサトビック料理では、はい、クミンシード、シュミンシード、はい、コリアンダー、はい、ターメリック、はい、あとフェンネル、はい、あとカルダモンですね。カルダモンも。カルダモン、この5つはよく使うという話です。なるほど。他はそれほどでもないっていうのは、はいね、いろいろと調べたところ。刺激が優しいスパイス。そうですね。刺激、そうですね。刺激が優しいですね。でちょっと焼き目がね、すごくこのこんがりした焼き目がついてきたところで、それはこれコリアンダーです。コリアンダー。マジっすか。小さじ1と、はい、ターメリック小さじ1、簡単にレシピで、はい、であとちょっと塩を少し入れてみます。少しほんのちょっと、はい、はいこれ開けた瞬間のこの香り最高、もう本当に腹減ってよだれが出てくるすごいよこれね。そして美しいね、すごい黄色になったね、黄色く、ターメリックですね。でこの辺でスパイスをかけて、今はもうターメリックとコリアンダーだけなんですけど、水をちょっとだいたい120ミリぐらいですね。へー。少しで蒸し煮にします。なるほど。でこの水分がなくなるのを目安にですね。まだあとは水分がなくなるぐらいってことか。そうです。目安で。うわー、いい香り。本当に。やっぱりサットバとかラジャスタマスという考え方に当てはめたりもするんですけれども、はい、サトビックな時間帯というのがあるんですよ。はいはい、それは日の出の96分前らしいんです。何それ何96ってアイユルヴェーダでそういうふうに考えられているらしくって、だからヨガの練習もやっぱりそういう時間に日が出る前にするといいので、アシュタンガヨガは本当は早朝にやるっていうふうにできています。8時で早いっつってる場合じゃないよね。8時は相当遅い。3時ぐらいでそう3時とか4時とか4時ぐらいにはね。そうでも確かに朝のその時間に起きると
街も静かだし、自分の頭もすごいクリアなので、まあ瞑想をするにしても、何か仕事をするにしても、ものすごいはかどるなというのはあります。なるほど、すごいな。面白いです。96ってその数字がね、96分前。何なんだろう。で蒸しにしたので、もう少しこれで水分を蒸させたら出来上がりです。最後は蓋を外して水気を飛ばしていくんですね。はい、そうです。味がすごい染みていそうな感じですね。あとですね。いやこれあれですか、インドの肉じゃが？肉じゃがっていう肉はないけど。そう、これはキャベツとじゃがいもですね。もうそのまんまです。キャベじゃが。なんていう料理名とかってあるんですか？もうなんでしょうね。まあキャベツってなんだっけな、ちょっと思いつかないんですけど、本当ね、あまり塩も入れないようなねレシピにありましたので、そういう大人になりたいね。なりたい。そういう大人になりたい。よし、OK です。あ、すごい。完成ですか？完成。イエーイ。完成です。じゃああとはちょっとお皿にね盛り付けて、ちょっと軽く3人でね食べましょうか。はい。はい。じゃあ